飯旅 Season 5今回の飯旅は帯広十勝視聴者タレコミスペシャル No.2 発見です。それでは早速 Let's get it started 1. Shintoku Mintal 新徳町の中心部 JR 新徳駅から車で10分ほど、新徳山のふもとにあります。見てください。共同学者新徳農場が営むとってもカントリーなこのカフェ。 Country こちらで作られているラクレットチーズが合うたっぷりかかったじゃがいも、おいもちゃんが大好物なのでね、近所に来たら寄っちゃうんです。前回のタレコミスペシャルでも紹介しておりますが、気になっていたピッツァをいただきたいってことでやってまいりました。教えてくださった視聴者さんありがとうございました。新徳共同学者とは1978年から始まった特定非営利活動法人で、障害や病気など様々な背景を持つ人々が一緒に働き、共に暮らしながら学び合うことを目的に始まった共同体。そんな農場の魅力を多くの人に知ってもらいたいと誕生したのがミンタルってわけね。ミンタルという名前はアイヌ語で広場、人が集う場所って意味で、訪れる人々がくつろぎ会話が弾む憩いの広場のような空間でありたいってことらしいっす。はい、ここで生まれるチーズや農産物は全国的にも高い評価を得ているんだそうですよ。周りののどかな牧草地や山並みを眺めながら、焼きたてのピザとチーズを頬張れば時間がゆったりと流れていくのを実感できますね。今回はあいにくの天気だったので、前回のお天気映像を織り交ぜて編集しております。やっぱりお天気の方が映えるよね、カントリーなお店は。 Country そりゃそうばい。なんとこちらの名物の自家製チーズは世界的なコンテストでも受賞歴のあるラクレットや桜など、ここでしか味わえない一品が揃っております。さらにこちらで焼き上げるピザは香ばしく、濃厚なチーズとの相性は抜群。食事だけでなくショップで買える乳製品やお土産も旅の楽しみを広げてくれますね。こういう大自然に囲まれながら過ごすのが大好物の飯旅。テーブルに着くと人懐っこい看板猫が出迎えてくれます。美味しそうだにゃこなすの猫役もにゃ。素晴らしいシチュエーションでの朝食をいただきました。 Situation 大好きなじゃがいもを朝食でなんて素敵な一日の始まりでございましょうか。大地の恵みに感謝です。ピザもフレッシュなトマトソースとたっぷりチーズがボーノボーノ。ほら行くぞ。何ボーノの声。ボノって言うつの？さあ、これ日本語喋ってんの？そう聞こえるっしょ。聞こえるだけかも。へー。なんと健康的な朝ごはん。これぞ北海道満喫ライフじゃありません。なんとも癒されまくりのミンタルっす。ね。あ、パートさん募集しているようですよ。移住やこの施設に興味のある方は問い合わせてみてはいかがでしょうか。ロザリー。 2. Jiyuga or Car Ramen Grape なんとスーパー福原さんと一つ屋根の下にございますこちらのラーメン屋さん。さあその福原さんではありません。ほら、森住さんさあ。だから。そうなんだよ。視聴者さんに教えていただいたこちらのラーメン、前回担々麺をいただきましてね、その味の非凡さに驚いちゃったもんですから、このお店の2枚看板商品でもあるスタミナラーメンをいただきたくやってまいりました。わあ、てんこ盛り。ネギなの？はい、ネギざんす。これうまいっすね。思ったほどニンニクのパンチはなく、万人が美味しくいただけるスタミナ加減かと思います。あら、よかったね。はい、もつ鍋のタレみたいな感じの醤油スープでさ。ああ、美味しいやつ？そうさ。そして麺が森住製麺のやつでしょ。つるぷりの美味しいやつ。なあ、いいわね。もつ鍋に森住さんの麺となりゃ美味しいわよね。もつ鍋ではないんだけどね。でもリードオフがスタミナなのに、リードなんで前回担々麺にしたの？だってスタミナ言うたらニンニクがっつり系のイメージだからさ、スタミナ写真のイメージがあれジローインスパイア系ジローインスパイアかと思いましてね、ちょっと腰が引けておりましたんです。なあ、そっち系か。そうなんです。ちょっとニンニク苦手としておりましてね、ほら食べるとがひどいんですよ。その匂いがもう、あと胃が痛くなっちゃうんだよね、ニンニク食べると。デリケートちゃんなんで。 Delicate
顔はバリケードみたいなのにね。 Barricade. そうなの。二郎のラーメンもニンニクなしで食べちゃうんでね。マシマシならぬなしなし系ってわけね。そうなの。スタミナ抜きってのもあんだけどね、それってカレーライスのカレー抜きみたいな話でしょ、思いましてね。決死の覚悟でスタミナラーメン。いや大げさ。うまかった。スタミナ。普通の醤油も食べてみたいですね。私は担々麺食べに行こう。スタミナ抜きってのも気になるね。 3. Nishi Go Joe Minomi 31. Kulumi no Ramp. 帯広のパン屋さんすごいんです。こちらも視聴者さんおすすめで出会った大好きなパン屋さん。教えてくださった視聴者さんありがとうございました。しかしさすが小麦王国ですね。美味しいパン屋さんがいっぱいあって、パンはやめようと思ってんのに、これじゃやめられません。美味しい楽しいラインナップのパンたちがいっぱいだもんね。こちらはこじんまりのお店ですが、愛情のこもったパンたちが並んでますね。ねえ、どうしてもお店が大きくなっちゃうと、そこに愛はあるんかって感じになっちゃったりするからね。そうなんだよ。美味しいパン屋は小さいってね。え、それ誰かの名言かなんか？飯旅格言。美味しいパン屋は小さい。あんたかーい。おいちゃんはパンオショコラがお気に入り。これ分かっちゃうでしょ。あれ、なんかでっかくなったこれ。そう？もっとなんかシュッとしてた気がする。あったもんね。そうなんだよ。シナモンロールが他とは違う。これは一食の価値ありってシナモンね。クリームチーズかな。クリームが濃厚で美味しい。焼きとうもろこしのずっしり重たさには驚いた。筋トレに使えちゃいそうだよこれ。なわけない。でも以前より種類が減っちゃったね。そうだね。前ほどのワクワク感はない感じでしたね。なんか変わったのかなね。ラインナップがね、普通っぽい感じになってた。前はもっと攻めてる感たっぷりのワクワクな感じ。売れ筋のパンに集約しちゃってんのかもしんないね。そういえばさ、大好きだったもう一つのパン屋さんも最近様子おかしくない？思ったなんかが変わった気がします。どうしちゃったんかな。ね、こちらのお店は開店から相変わらず行列でしたね。大人気です。営業時間は10時から19時まで。早めに行かないと人気のパンはすぐに売り切れてしまうので注意が必要だね。そうだね。 4. Memulo. Soba no Soto Hibari Low. 北海道はでっかい道。そんな北海道らしいロケーションのお蕎麦屋さん。こちらも視聴者さんに教えていただきました。ビバイロとはアイヌ語の地名で、目室町に合併前のビバイロ村が名前の由来のようです。すんごい農道を走り続けるとありました。畑の真ん中に。これはナビなしでは到達不能。ライダーたちがたくさんいらしてましたね。デビッドソンだらけだったね。 Harley Davidson. ちょうどお昼時で1時間待ちでした。退屈だったから広大な景色を眺めながらぼーっと待ちましょう。いやいや、めっちゃノリノリで踊ってらっしゃいましたよね。マジでちょっと食事前の腹ごしらえね。本当に素晴らしい景色だ。目の前をトラクターが通り過ぎる非日常感が素敵だったな。こちら細めせいろまたは太め田舎そばをチョイスできるお店ざんす。太めといってもちょうど良い太さぐらい。そばの甘みがしっかり感じられる美味しいおそばでした。これは北海道らしい素晴らしいお店ですな。今度ハーレーにまたがっていきたいな。男に生まれ変わってひげ生やして。じゃあ金髪美女に生まれ変わってタンデムで後ろに乗っけてね。イージーライダーね。 Easy Rider. 5. ニューヨーク。 Nishiju Hachi Jominomi 2. Yayo I no You. 最近リニューアルしたという情報をキャッチしましてね、久々にやってまいりました。弥生の湯さんねえ、びっくりしましたね。そんなに古い施設ではないと思っていたのですが、フィンランド式サウナにリニューアルってことで、サウナ大好き飯旅ビーズ喜びそんでジェジェジェジャーンでごじゃる。手からとしたの。いやー、素晴らしかったっすね。これは九州あたりのスーパー銭湯視察に行ったんじゃないですかっていう至れり尽くせりの施設に生まれ変わっちゃいました。そうそう、露天にインフィニティ、アディロンダックに3ベッドがいっぱい。散水ホースが用意されててね。これは北海道最先端かも。
ねえ、上段は95度のスタジアムサウナ、20人ゆったりサイズにツインハルビアの12分おき発動オートロールがすごい。どでかいモニター型テレビが超見やすくってさ、これ野球中継あるとき最高だなーって感じ。オンラインは普通のテレビだったよ。ずるい。これどうやら週替わりで入れ替え制みたいですよ。やっぱそうなんだ。サウナを出たら水風呂前にどでかいスタンドシャワーでしょ。水風呂は15、6度くらいかな。5、6人入れるしね。露天の寝湯はちょうどいいくつろぎ温度で寝ちゃうやつ。最高でしたね。どうやら全国で人気のサウナ50カ所以上を査察してリニューアルしたんだそうです。あら、やっぱり。地下1600メートルから湧き出る天然温泉。ナトリウム塩化物泉。源泉かけ流しの露天風呂のある贅沢。最高か。ますます帯広が好きになっちゃうね、これ。なっちゃうね。大好き。6. Today's Katsu Curry. Nishi Your Joe Minomi 29. Curry Shop Jungle 1. ジャングルワンはチキンカツなんだよなというコメントいただきましたんで、早速実食見分にやってまいりました。だけどね、チキンカツっていうメニューがなくて動揺しました。ささみカツでよかったのかな、あれ残機だったかなと券売機の前で迷った挙句、めいってことでささみカツをポチリ。ささみカツとは珍しいよね。チキンカツならちょいちょいあるけどさね。辛さは控えめの辛口にしといて、足りなかったらここんちはホットオイルもチリパウダーもあるんでもう満タン。さてさて、ささみカツカレー美味しいといいな。そうでしょう。どうでしょう。あれ、ささみカツやわ。これはささみカツうましですね。普通のカツカレーも進化しているといいなぁと食べてみたい気もするんですが、ささみカツカレーで大満足腹パンなのでやめときます。やめて、もうそれ以上ぽっこりお腹は許容しがたいぞ。そうでしょう、そうでしょう。いやー、うまかったささみカツ。視聴者さん教えていただいてありがとうです。だけどね、カレーの味、これひょっとして変わりました？誰に聞いてんの？ちょっと味強めた気がするね。そうなん？ささみカツのルーが違うとか？マジルー違うんじゃないかと思うぐらいストロングテイストでしたね。気のせいかな。 Strong みん taste. な違うんだ。最後に食べて1年以上経ってるからね、わからないけど6味装置がないので、たまたまかもしれないんでね、また食べてみないとわかんない。こんなしょっぱかったかな。わてがこんなしょっぱいうまいっていうわけないんだけど、ひょっとしてどなたかこの迷える子羊に愛の手を。失礼します。 7. Nishikiyu Joe Minomi 13. Obihiro Hanada. 帯広駅から徒歩10分ほどの住宅街。昭和の風情漂う民家風の落ち着いた佇まいに誘われて訪れると、物静かな大人の隠れ家って感じ。視聴者さんからも複数おすすめいただいてましてね、久しぶりに最高ですね。看板やのれんで主張しない感じが美味しそうらの泉状態です。はい、森そば。今回は雨竜郡沼田町産のおそばでございます。あら、結構ボリュームあるんだね。沼田町産そば粉を使った細切りに八そばは繊細な甘みとつるりとした喉越しがたまりません。グリーンいつもせいろなのにね。それがそば本来の味を感じたくってね、ついつい盛りにしちゃうんだよね。絵的に美味しそうにならないのは分かってるんだけど、あえての盛りです。おふくろさんよ。その盛りではありません。帯広最後の一杯に選ばれるほどの満足感で、口コミ評価も高いから、次回はエビ天おろしにしようっと。エビ天おろしいいね。お蕎麦好きの心をしっかりわしづかみにされたお店でした。紹介いただいた視聴者さんありがとうございました。 8. Higoshi Ichi Joe Minomi 15. Tonkatsu Miyabi. 前回も視聴者さんの推しで夜2人でお邪魔して美味しかったみやびさん。今回はまたまた視聴者さんからおすすめいただきましたんでね、じゃあランチはどうなのってことでやってまいりました。キャベツのふんわり感を大事にしてらっしゃるという視聴者さんが、こちらのキャベツがお気に入りということでね。キャベツ？そう、そんなにふんわりだったっけ？記憶がちょっと曖昧みーってことで、ふんわりとんかつキャベツを味わいに2
再び参上。すごいお弁当買いに来てる人いたね。両手に10個くらいぶら下げてったね。製薬会社の方かしらね。何その推理。大量のうな弁とかとんかつ弁当を言ったらなんかそういうイメージじゃん。なんかドクターに差し入れみたいな、なんか勉強会みたいな。そうなの？いいな。俺でもドクターになればよかった。あとはせいぜい土方ね。Doctor. 確かに。はい、とんかつ。おー、すごいボリューム。こんなに暑かった？まあ今年暑いよね。30度は今日なかったと思うんだけど。なんでだよ。厚みすごいですよ。カツ圧300万ぐらいあるんじゃないかな。大将が目の前でリズミカルにとんかつを切る音がサクッサクッサクッってね、音聞いてるだけでよだれ順調わ。なんで巨人の星？なんとなくなんか衣が独特ですよね。こちらのとんかつ3日間寝かせた食パンで自作するパン粉だそうで、ソースをつけずとも風味豊かで香ばしくって美味しいです。塩で食べても美味しい。ソースもベターっとしてないのがベターですね。またベタなこと言っちゃって。これ通常1680円のロースとんかつなんですけど、ランチだと300円もお得ってことらしいです。同じものってこと？そうなんです。グラム数も肉も全く一緒だそうです。そりゃランチ行くっしょ。ねえ、絶対ランチだ。で、キャベツのふんわり感は？そうそう、すごかったですね。まずボリュームがすごいですよね。正面のカメラの映像じゃカツが映らん思って焦ってたもん。ほんとだ。キャベツマウンテン、巨乳並みの大きさ。 G ぐらいあるかな。そして確かにふわふわだ。これはね、長く水にさらされたふわふわ感だね。この間の2オーダーでキャベセンしてたお店とは真逆のサクッと切り置きしたキャベツにある程度水を吸わせてふんわりとみずみずしくシャッキリさせているキャベツかと思います。なるほど。その方がさっぱりしてとんかつとの相性良さそう。脂っこいあなたとすっきりした私みたいに。なるほどね。確かにね。隣の兄さんがしゃぶカツってのを頼んだんだよね。しゃぶカツ？湯通しした肉揚げてんのかな？ねえ、思うでしょ。どんなのか見てみたかったんだけど、おいちゃんもう食べ終わっちゃってたからさ、ほらお店ランチタイムで忙しいからとっとと帰ってくることにしました。ねえ、興味津々ね、しゃぶカツ。多分メニューの写真からするとですよ、ミルフィーユとんかつなのかな思うんだけど。そっか。しゃぶ肉スライスを寄せてあげてってことか。Maybe 多分ね。 Maybe taboo ne. Jikano mesha tabiwa. Gachi day mata tabathai. Ashalo kami shaholo takachi kaiwai death. O tano shimi ni. See you soon. というわけで視聴者さんおすすめのお店を2回にわたりご紹介してきました。他にも何軒も食べてるんですが、今回は取り上げてないものもありますし、体調を崩されて休業されてるお店もあったよね。なんかずっと閉めてらっしゃるお店があって、いずれは復活するそうですが、今のところ目処が立ってないということで、というお店もありました。どうぞお大事になさってください。ちょっとタレコミスペシャルということに関してね、タレコミは悪いことに使う言葉だから違うぞみたいなコメントいただきましてちょいちょいいただきますね。これタレコミっていうのはね、いいことなんですよね、実は。悪い意味みたいにみんな思いがちだよね。警察にこいつが犯人だぞとか、犯人を捕まえるための、情報を提供するのを、裏情報みたいなのをタレコミって言ってると思うんで、そのチクるとか、例えば内部通報みたいな意味もある、内部通告みたいなのも、これも実は悪いことのように感じるけど、いいことでしょ、あの人はこういう悪いことをしてるよっていうのを告発することなんです、でこのタレコミって使ってるのは、要するに本当は美味しい店って教えたくないじゃない、人には、でも教えてくれるっていう意味を含めてタレコミ、あとなんでしょうね、もうあんまり真面目に考えずに、我々のいつもの会話ってこういうくだらないバカみたいなやり取りがほとんどなんで、で自分たちらしくそれをそのまんま、そうやって楽しく生きてるよっていうのをそのままお届けできたらということでやっておりますので、あんまりね
難しく考えないでいただきたいなと。よろしくしなちくなんて意味わかんない言葉いっぱい使ってますからはい、全くもって意味はありません。まあまあそのね、この動画の中のやり取りも意味のわからないやり取りっていうのはたくさん出てくるし、そんなのも流していただいて、ね、ただ楽しい、見てる方が楽しい気分になってくれればいいなと不快に思って頭に来てる人もいるみたいだけど、まあそういう方はもう離れられてしまっても、まあ、しょうがないかなっていうことで、楽しく見ていただける人に楽しく見ていただけたら幸いでございますということで、はい、よろしくしなちくなんだろうね、世の中すさんでるじゃないですか今、まあ、YouTube 見ててもその誰々がどうしたとか、そのちくり本当の、なんかそのなんちゅうの、足の引っ張り合いみたいなね、悪口の言い合いみたいなのばっかりなんで、もう勘弁してくれと、もうちょっと楽しいやつを頼むと、いうことで飯旅になっておりますんで、そこら辺のところをちょっとよろしくしなちくって。はい。やっぱり帯広十勝方面はいいですね。北海道で一番バランスがいいんじゃないですかね。なんか道の駅で会った本州から来てる方たち、毎年十勝に来てるみたいなね、北海道春ぐらいからこう北上してきて、北海道に夏の間いて、ちょっと2週間ぐらい前暑すぎて一回北に逃げたんだけどつって、俺たちと同じ行動パターンすごいよね、でもやっぱり十勝がいいって言ってたね、帯広近辺が食べ物安くて美味しい、温泉安くていい以上ね、道の駅も充実してるし、で北にも札幌にも、釧路東にも、まあどっちにでも行けるっていうユーティリティさ、富良野 BA もすぐだしね、十勝いいじゃないですか。